さあ、では次。アイデアがひらめく瞬間がいつ、そのために普段から心がけていることは、もうこれはもう完全に毎回決まってて、こういうのやりたいとまず思っているとか、まあそれってジャンルとかだけじゃなくて、例えば小説を次書かなくちゃいけないとか、アニメをやんなくちゃいけないという時はひたすらアニメを見まくるとかやって、でその後にもうただただ机の前でずっと考える。そこで思いつけばスムーズなんですけど、思いつかない場合はもう一回諦めて違うことをやる。で、その後にもう一回机の上に行くと、なんかいろいろ勝手に多分休んでる間に脳の中で整理された。まあちょっとリフレッシュして、客観視してみたいな感じよね。そうですね。そうやね。そういう時にこうテトリスのようにこうバーって変わるんで。よくね、この手の質問ってほら、学校とか行くとさ、学生さんとかが、アイディアってどんな時に思いつくんですかみたいな聞いてくるけどさ、よくね、漫画とかでここにほら、電球がピコーンってついてさ、ひらめいたみたいなことって、まあないからね。俺、割とね、日々、電車の中とか飛行機の中とか、あと、まあ、会社で仕事しててミーティングしてる最中だろうと、常にスマホ持ってんのよ。で、スマホのメモ帳あるじゃん。あれにね、結構何万文字って、箇条書きで、アイディアメモ帳みたいなのをビャーって入れてるの。で、それをこう見ながら、その時はなんでこんなこと書いたんやろっていうわけわからんのもあるけども、これとこれが繋がったら、これちょっとおもろいことできるかもっつって、漫画のネタにしたりとか、ゲームのね、コンセプトとか企画にしたりとかってのってやっぱあるけども、なんかこう、あれや、神様じゃないけど、こう、すげえいいアイデアがこう降りてきたみたいなことって、まあないからさ、なんで俺の話なんやねん。それは松山さんの場合メモってるからかもしれないですけど、僕メモらないんで全く。全くメモらない。だから忘れるものは忘れるし、覚えてるものは覚えてるから、だからこそさっき言ったようにテトリスがハマった瞬間にはこうビビーンとするっていうか。これやーって。なるほどね。忘れないけど、頭の中に入れてて。でも忘れたものは忘れたもんかな。まあ、大したことないってことや。そうですね。なるほどね。ただなんか弾丸論破を思いついた時は、全然違う企画を考えてましたけどね。で、全然違う企画を考えてて、全然うまくいかねえなと思ってる時に、タバコ吸いにベランダに立ったら、急にこの間が出てきた。でもその時本当、ギビーンってしましたけど。すごいなぁ。多分こう、深層心理でやっぱそれはこう、ずっと多分考えてたりとか、まあずっとやっぱそっちの方は、心のどっかでアプローチをしてるので、まあ拾いには言ってるんですよね。だから完全にこう、ギフトのようにもらうことはないです。まあ、ね。アプローチはしてますけど、まあ、でもひらめいた瞬間は結構、これだって感じ。なるほど。ある種のこう、手応え的なものも。そうですね。こう、ビビビって繋がった瞬間っていうね。なるほどね。続きまして、ゲームを作る上で最も重要視していることは何ですか？ゲームってまあいろいろな人が作るじゃないですか。当たり前ですけど、まあプロデューサーもいたり、いろんな立場の人がいるけど、結局はその、人の意見ももちろん聞くんですけど、ただ結果、僕がピンとこなかったら絶対採用しないというか、絶対ピンとこなかったらそういう意味ではもう全部端々目を通して、まあ音楽もそうだし、UI とか、まあ触り心地とかも全て、俺の趣味がちゃんと反映されるかと。まあそこがなんていうか、その作風っていうか、そういうふうなものになると思ってるんで、そこはちょっと譲らないようにはしてますね。まあそこはそうだよね。大東京トイボックスっていうゲーム業界みたいにした漫画があってさ、あの作中の中で、やっぱ主人公の天川太陽が、俺の作品は俺の都合をつくっていうセリフがあるんだけども、クリエイターもみんなそうなんだけども、そこないと、もう正直作れないよね。そうですね。何やってんだよにしかならんのからさ、自分がいいと思ってないものはそもそもね、こう紹介もできないし。そうですね。だからまあユーザーって言ってもユーザーって誰なんだっていうのがわかんないし、そう考えると、俺がユーザーだったらっていうところに行き着く。そうよね。そこはね、絶対そうやと思う。そうですね。まあその上でもう一個重視してるのがやっぱこう、入り口ですよね。一言見たらちょっと公式ページに飛んで情報を確かめてみたりとか、その物語にしても一番最初、で最初5分とかそういうの触れただけで、もうこれ最後までやらなきゃと思わせる力というか、そこの入り口は
絶対的に意識をしてますね。まあ、そうよね。はいまあ、映画なんかでもさ、2時間の映画でも、はい結局冒頭15分。はいはいここで人は見てる映画が自分にとって味方が敵かっていうのを決めるからさ、はい味方になると、やっぱ冒頭でやっぱちゃんとこう引き込まれると、はいで、その先、なんでって、やっぱこう、ぐいぐいいくけど、はいもう最初の段階で、もう意味わからん、何これってなると、もうずーっとそれ以降、うんもうイチャモンしか心の中でつけなくなるからさ、はいやっぱ最初っていうのはすごく大事だと思うのよ。まだその映画とかゲームってお金払ってるからイチャモンつけながらでも見てくれるじゃないですか。まあ。アニメとか漫画とかだともうすぐこうパタンと閉じるか変えるかみたいな途中下車できるからね。なっちゃうんで、まあ僕もその、漫画とかアニメとかいろいろやらせてもらって、そこですごい特に学んだというか、いつでも切られてしまうなって、まあ特に今ゲームとかでもそうですよね、なんかいっぱいゲームやっぱ出てるから、1週間に2本、3本買う人もいる中で、もうこれいいやってなってる人もいるから、そういう意味では本当、序盤をもうユーザーを殴りに行く気持ちで。らしいな。なるほどね。サービスというよりは殴る。だけどね、サービスってちょっとこう、便利な言葉すぎてさ、ね、お客さんを心地よくって、やるだけだと、それ、振り向いてももらえないケースもやっぱ多いし、そもそもやっぱりゲームなんか、映画館も一緒だけどさ、遊んで面白いゲームとか、見て面白かった映画っていうのは、商品としては、それも当たり前の話であって、勝負は結局、面白そうって思ってもらわないと人は振り向いてくれないし、買ってもくれないし、遊んでもくれないわけだから、まずやっぱ面白そうな座組というか、コンセプトだったり、それこそビジュアルだったり、コピーだったりっていう、その一個一個でやっぱもう振り向かせるしかないからさ。そうですね。やっぱあれですよね、食べ物とかの映えっていうのはまさにそうです。あれを見ると行きたくなるみたいな、そういうのがなんかやっぱ入り口としては大事だな。そうやな。